海外の野生保護区にはたくさんの動物が暮らしていますが、その周辺に暮らす人たちは野生動物を目にすることがあります。時には家の庭先に姿を見せることも少なくないのです。今回はそんな野生保護区内やその周辺で目にする野生動物の話をお伝えします。以前お伝えしたことがありますが、カナダ・アルバータ州カルガリー地区の人間の居住地区では、ネコ科オオヤマネコ属に属する中型獣であるボブキャットが目撃されることがあるようです。同地区で玄関のガラス窓を掃除しようとしていたキャサリン・ライフェンシュタインさんの目に飛び込んできたのは、猫にしてはやけに大型なボブキャットファミリーでした。ボブキャットの子猫が玄関先にいました。ガラスのドアをカシカシしていたのですから驚きですね。ボブキャットは無理に追いかけたり脅かさない限りは安全だということですが、小さいお子様やペットのいる家庭では気が気ではないですね。対策としては、庭に鳥の餌を入れた小箱を置かないこと、デッキ、小屋、ベランダに入らないよう鍵をかけたり、フェンスを設置すること、小さなペットは外に出さないこと、夜は動きに反応して光るセンサーライトを取り付ける、ゴミはきちんと管理するなどの対策を取るといいとのことです。しかし、自宅で野生のボブキャットを見ることができるなんて羨ましい気もしますね。このようにボブキャットやオオヤマネコなどが家の庭にやってきたという話はよく耳にしますが、日本では動物園でしか見ることができない動物が家の敷地内に現れるなんてことも海外ではあるようです。野生保護区内に高級住宅地があるという南アフリカでは、ある動物が家のベランダで目撃されました。この家は現在売り出し中の物件なのですが、元の所有者の息子が家の様子を見に行った時のことです。ベランダに通じるドアを開けたところ、窓際の涼しいところで、なんとライオンの群れがたむろっていました。この住宅地では野生動物が見られるのが売りの物件なので、そう珍しいことではないのだそうですが、6頭ものライオンが一斉に目撃されるのは珍しいと言います。ライオンたちは人の気配がないことを悟って、ここを憩いの場にしていたのかもしれません。ある意味、セキュリティ最強の物件でもあるようです。南アフリカ・リンポポ州にあるクルーガー国立公園とブライドリバーキャニオンの間には、リードウッドビッグゲームエステートと呼ばれる高級住宅地があります。野生保護区内にある住宅地は、野生動物が間近で見られるのが売りです。エリア内の野生動物たちは、保護区職員たちによってきちんと管理されていて、動物たちを脅かしたり追いかけたりしない限りは安全だそうです。ただし、すぐに車で移動できるよう、近くに車を駐車する必要はあるとのことです。デイビッド・デビアーさんの父親は、この住宅地に2年前に家を建てましたが、昨年売りに出すことにしましたが、なかなか買い手がつかず空き家状態でした。そこである日、仲介業者のスタッフと共にデビアーさんは家の様子を確認しに行ったところ、ライオンの憩いの場となっていたのです。ベランダに通じるドアを開けたところ、窓際の涼しい場所で6頭のメスライオンたちがゆったりとくつろいでいました。空き家はライオンたちの家と化していたわけですが、これほど多くのライオンが家の近くでくつろいでいるのは珍しいそうです。ライオンたちは人間の気配とドアが閉まる音に驚いて動き出しました。ところが、ここから去ろうという気配はなく、少し距離を取りましたが、逃げる気配は全くありません。しばらくすると、また窓の近くに近づいてきました。この様子なら、この家はライオンたちが最強のセキュリティとなってくれるので、空き巣の心配はなさそうです。野生動物を間近で見られるなんて最高の環境ですが、深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いているのだとしたら、逆に人間が
野生動物たちに観察されながら過ごすということになるのかもしれませんね。この地区ではサイクリングとかジョギングは危険すぎるので NG とのことだそうです。野生動物がすぐそばにいて家の中からガラス越しに見ている分にはまだしも、外を歩いている時に遭遇したらちょっと怖い気もしますが、毎日のように野生のライオンを眺めながらの暮らしも素敵ですね。世界有数の野生動物保護区として知られる南アフリカ共和国クルーガー国立公園では、これまでで最大のライオンの群れが目撃されたとして話題を呼んでいます。目撃したのは国外から家族旅行に訪れていたラム・ゴエルさん一家です。クルーガー国立公園内にあるピクニック場から自動車で帰っている時です。黄色系の動物が集団でこちらに向かって歩いてくるのが見えました。だいたいそういう時はインパラの群れの確率が高いそうですが、この日は違いました。野生動物の宝庫とされるクルーガー国立公園でも珍しい15頭ものライオンの群れだったのです。予想外のライオンの群れとの遭遇にゴエルさん一家は驚きを隠せなかったようです。ライオンたちの邪魔にならないよう自動車を道の端に止め、彼らが通り過ぎるのをそっと待ちました。ゴエルさんはライオンの群れと遭遇したことについて、静かな朝で我々の他に車は見当たらなかった。全く思いがけない出来事だったよ。とてもラッキーだったし、ライオンがちょうど我々の方に向かって歩いてきてくれたことに感謝しているとコメントしています。数分後、他の自動車がやってくるとライオンの群れは茂みに入ってしまい見えなくなったそうです。この件に関する海外の反応は、私も今年4月クルーガー国立公園に行った時にライオンの群れを見たわ。わお、すごい、ものすごくファンタジックだ。来週クルーガー国立公園に行くんだけど、私もこんな光景を見たい。すっごいラッキーだね。現地に住んでいるけれどライオンを見れるだけでもラッキーなのに。私だったらきっと感動して泣いちゃう。この群れには何か名前のようなものはついているのかな。なんて美しい獣の群れなんだろう。言葉にならないほど素晴らしい光景だね。去年クルーガー国立公園に行った時、ライオンが全くいなかったの。今年こそ見たい。こんな光景を見たら興奮しすぎて心臓が止まりそうだね。などたくさんのコメントが寄せられています。野生のライオンとの出会いはなかなか経験することはありませんが、実際に遭遇したら感動的なのでしょうね。最後までご視聴いただきありがとうございました。